今回は Linux Mint にバーチャルボックスをインストールする方法を紹介するよ。それって、Linux 上で Windows とか、他の OS を動かすためのソフトのことだね。そう、他の Linux を試したり、配布するプログラムのテストにも使われたりするんだ。こういう PC の中に作られた別の PC のことを仮想マシンって呼んだりするよ。仮想マシン、面白そうだね。まずは仮想化機能が有効になっているか確認してみるね。仮想化機能って何なの？仮想マシンを高速に動かすための CPU による支援機能だよ。Android Studio のエミュレーターなんかでも使われているんだ。じゃあ、まずターミナルを開いて ls スラデブスラ KVM と入力してね。あ、何か表示されたね。もしここでスラデブスラ KVM が表示されなければ仮想化機能が無効になっている可能性が高いからね。その場合は BIOS の設定を変更する必要があるの。BIOS の設定は動画の最後で紹介するからね。では、バーチャルボックスをインストールするよ。ターミナルを開いて次のコマンドを入力してね。sudo apt とアップデート。sudo apt とインストール、バーチャルボックス。sudo apt インストール、バーチャルボックス。インストールできたよ。次はショートカットを作成するね。スタートメニューのシステム管理カテゴリーを開いて、バーチャルボックスを右クリック、そしてデスクトップに追加をクリック。これで、バーチャルボックスのインストールと、ショートカットの作成が終わったね。次は仮想マシンの作成だね。まず、インストールしたい OS の ISO ファイルを用意しておくよ。OS のイメージファイルを用意するんだね。そうだね。じゃあ、バーチャルボックスを起動してね。起動したよ。すべての設定に先立って仮想マシンの保存フォルダ名を変更するね。フォルダ名を変えるの？初期状態だと名前に空白が入っていて少し扱いづらいんだ。そうなんだ。空白のない名前に変更すればいいんだね。では、ファイルメニューの環境設定を開いて仮想マシンフォルダを変更してね。準備ができたら、ここから仮想マシンを作成していくよ。ツールの一番右のボタンのドロップダウンをようこそにして新規をクリックするよ。仮想マシンの作成画面が出てきたね。マシン名にわかりやすい名前をつけてね。その下にさっき用意した ISO ファイルを指定するよ。さっき用意した ISO ファイルの場所を指定すればいいんだね。画面の自動インストールをスキップにチェックを入れておくね。自動インストール？そう、バーチャルボックスの便利機能なんだけど、今回は通常のインストール方法で進めていくよ。じゃあ、自動インストールをスキップにチェックして、次へ押すね。次は仮想マシンの構成を設定していくよ。今回はメモリを 8GB、CPU を4コア、ストレージを 30GB に設定するね。最後に設定を確認して完了をクリックするよ。完了をクリックしたよ。それじゃあ、準備が終わったから仮想マシンを起動してもいいかな？起動ボタンをクリックするよ。あれ？なんか、英語のエラーが出てきたね。これは KVM を無効にしてって言われてるんだよ。KVM って何なの？ KVM は Linux が持っている仮想化機能のことだよ。でもね、バーチャルボックスはバーチャルボックス自身の仮想化機能を使いたいの。それなのにシステム側の KVM が CPU の仮想化機能をがっちり掴んでロックしちゃっているの。これだとバーチャルボックスは自分で仮想化機能を使いたいのにアクセスできずにエラーになっちゃうんだ。なるほど。KVM が仮想化機能を使っているから、バーチャルボックスがアクセスできなくなってるんだね。そう。そして右側の図が KVM を停止させた状態だよ。あ、KVM のロックが外れて、矢印が CPU の仮想化機能に到達してるね。そうなの。これで
バーチャルボックスが直接仮想化機能にアクセスできるようになるの。バーチャルボックスが仮想化機能を使うには、KVM が邪魔だったんだね。そう。では、KVM を無効にしていくよ。ターミナルを開いて、次のコマンドを入力してね。sudo modprobe -r kvm-amd sudo modprobe -r kvm これで無効になるんだね。そうだね。これで KVM が止まったから仮想マシンを起動できるはずだよ。ただ、このコマンドは一時的に停止させるだけなんだ。それって、PC を再起動すると、また KVM が有効になっちゃうってこと？そうなの。だから、バーチャルボックスをよく使う人は、ずっと無効化できる方法も覚えておいてね。それじゃあ、KVM も止まったことだし、もう一度起動ボタンを押してみるね。はい。今度こそ無事に立ち上がるはずだよ。あ、OS のインストール画面だね。今度は大丈夫そうだね。これって、Linux Mint をインストールした時と、全く同じ手順でインストールできるんだよね。そうなの。他の OS を入れる場合も、実機と同じ手順で進めれば大丈夫だよ。画面の指示に従って、設定を進めていくだけだから、ここは少し早送りするね。おお、ちゃんと起動したよ。これで、仮想マシンへの OS のインストールは完了だね。バーチャルボックスをインストールして、仮想マシンに Linux Mint をインストールしたね。今回と同じようにすれば、いろんな OS を自由にインストールすることができるんだね。そうなの。用途に合わせて好きな環境を作ってみてね。次回はゲストアディションズをインストールするよ。これを入れるとバーチャルボックスがもっと使いやすくなるの。今回のまとめはこちらになります。そういえばバーチャルボックスって、BIOS で仮想化技術を有効にしないと使えないんだったよね。そうだったね。では、BIOS の設定方法をこれから紹介していくね。マザーボードによって名前が違うんだけど、SVM や VTX という項目を有効にすれば大丈夫だよ。いくつか代表的な例を紹介するね。最後まで見てくれてありがとう。お疲れ様でした。